皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。オールドキューブの iPlay50 mini というタブレットをご紹介したいと思います。この製品は発売してから少し経つんですけども、8.4 インチの Android 13を搭載したタブレットとなっています。少し前に10インチクラスのタブレットをご紹介しているんですけども、大画面でコンテンツを楽しむっていうのはね、10インチクラスあると結構迫力があっていいんですけども、小型でも1台欲しいなっていうことでいろいろ探していたんですが、どうやらこのオールドキューブの iPlay50 mini が小型ながらにね、なかなか性能が高いっていう情報が入ってきまして、これはと思いましてね、購入してみました。というわけでこれからスペックのご紹介と、そして開封、また使用感などを含めまして、ファーストインプレッションをお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ということで購入しましたのが、オールドキューブ iPlay50 mini の 64GB のストレージタイプで、カラーはグレーとなっています。では、開封する前にざっと主だったスペックをご紹介したいと思います。先ほどもご紹介しましたが、まずディスプレイになりますが、8.4 インチの液晶ディスプレイになりますが、なんと解像度がですね、フル HD に対応しているということでね、なかなかこの8インチクラスのものにフル HD が搭載されているっていうのはちょっとすごいですね。個人的にはここにね、結構惹かれている部分があるんですけども、実物を見るのが非常に楽しみになっています。そして肝心の SoC になりますが、こちらユニソックのプロセッサーになりまして T606 というものが搭載されています。後ほど ANTUTU ベンチマークもご紹介したいと思います。メモリーは物理的なメモリーとしては 4GB 搭載されています。そして仮想メモリーとして 8GB 拡張できまして、4プラス8ということで 12GB まで増やすことができます。そしてストレージはこちらのタイプは 64GB になっています。またですね、結構重要な部分になりますが、ワイドバイン L1 をサポートしているということで、フル HD ですね、Amazon プライムビデオとかね、ディズニープラスとか Hulu とか、様々なコンテンツで、高解像度のコンテンツというのがありますが、ちゃんとこの iPlay50 mini はフル HD で再生することがサポートされています。そしてバッテリーの容量ですね、これちょっと少なめかもしれませんが、4000mAh になっていますね。どれぐらいバッテリー持つかについてもご紹介したいと思います。加えてですね、これも重要な部分になりますが、なんとWi-Fi のみではなく 4G LTE 回線にも対応しています。SIM カードをね、差し込んでモバイル回線で使うこともできます。この辺もね、使い勝手いいですね。そして OS は Android 13というね、最新のタイプになっています。ということで結構このサイズにしてはモリモリスペックになっています。その他にも気になる部分はあるかもしれませんが、この後ね、開封しながら実際のところ見てみたいと思います。はい、開けます。入ってますね。開封が終わりまして、こちらがパッケージ内容となっています。まず本体そのものになりますね。こちらは後ほど開けていきたいと思います。そして日本語も対応しているクイックガイドも入っています。本体のそれぞれの名称と役割についてね、ざっと書いてありますね。そしてこちらはね、USB-C のケーブルが入っています。おまけにね、SIM ピンも入れてくれていますね。また同梱されていたアダプターそのものは、こちらのね、海外仕様のものになっているんですけども、おまけでなのかわかりませんけども、こういった日本仕様のプラグも一緒に入れてくれていました。はい。ということで、今ね、カバーを取りまして、こんな感じで本体が出てきましたけども、やっぱちっちゃいですね。カメラ越しで見てもらっても、だいぶ小ささを感じるんじゃないでしょうか。ということで、サイズの違いになりますが、普段使いしているこちらね、6.7 インチのスマートフォンになりますが、こういったサイズ違いになっています。ディスプレイは 8.4 インチということですけどもね、結構横幅がありますので、このサイズ感っていうのはありますね。では、外観の方を見ていきたいと思います。まず正面にはこのフロントカメラが搭載されています。そしてサイドになりますが、こちらに電源ボタンですね。そしてボリュームボタンの上方向、そして下方向となっています。そして下部になりますが、スピーカーが一つありますね。これシングルスピーカーのモデルとなっています。この辺はね、若干惜しいところですね。2つありましたら、さらに購買力っていうのは上がるんじゃないでしょうか。そして反対側のサイドになりますと、こちらに SIM カードのスロットがついていますね。ちょっと開けてみたいと思います。ということで、こういったね、SIM カードのスロットになりますけども、結構ですね、作りとしましては、コストを削ってるなっていうのを感じますね。めちゃめちゃ薄く作ってますね。そして続けてですね、3.5mm のイヤホンジャックのポートがついています。そして正面に対しまして、このカメラの上側の部分ですけども、なんとこの位置に USB-C のポートがついていました。さらに気になる背面になりますけども、リアカメラがついています。
このリアカメラの画素数は500万画素となっていましてね、一昔前の画素数という感じにはなります。そして先ほどのこのフロントカメラも同じく500万画素となっています。ということで、こちらのフィルム剥がしてみたいと思います。剥がしましたが、やっぱりね、綺麗ですね。保護フィルム剥がした後にちょっと気になっていたんですけども、日常使いで使えるフィルムがちゃんとね、貼られていました。これはやっぱり嬉しいですね。ないと別で購入しないといけませんので、また新たなね、追加費用発生するところが、これが貼ってあるだけで、数百円かもしれませんけども、非常にありがたいなと思います。ではね、ちょっと重さの方を測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば、292.4g となっています。ということで、ちょっと重めのスマートフォンっていうような感じにはなりますが、適度な重量かなと思います。ちなみに、サードパーティー製になりますけども、こういった保護ケースがありますが、こちらは 157g ということで、合わせますと 450g ということですね。iPad の10インチクラスのものですね。そのぐらいの総重量と同じぐらいになります。では、これから電源を入れてみたいと思います。オールドキューブのロゴが出てきましたね。ということで、これからシステム言語を決めて、そして初期設定という流れになりますけど、その後ね、しばらく使った後にファーストインプレッションをお届けしたいと思います。はい。あれからですね、しばらく使ってみた上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。ということで、まず最初にね、一番気になるところでありますが、アンツツのベンチマークのスコアになります。この端末で行いました数値になりますが、241,550 点となりました。このスコアね、なかなかいいんじゃないかなと思います。1万円台前半のこの8インチタブレットで、ここまでの数値を出してくれるのは、本当にコスパがいいんじゃないかなと思います。ちなみにベンチマークのバージョンは 10.0.6 という風になっています。その上でになりますけども、実際のね、アプリを動かした時の動作感について少しチェックしてみたいと思います。まず最初に非常に重いアプリになりますね。これ Google Earth になりますが、スマホ版のものがこのように動きます。ちなみに今はこちらですね。ディズニーランドのところにマッピングしています。この状態から他の地域をちょっと呼び出して、その移動のね、アニメーションの動きをご覧いただければと思います。特に意味はありませんが、札幌のテレビ塔をこのように表示してあります。ここからですね、現在地となります東京ディズニーランドのところまでどのようなアニメーションで推移するのか、ぜひご覧いただければと思います。このあたり結構パワーを要するところになりますので、ものによってはね、かなりカクカクとすることが多いんですけども、これがね、どんな感じなのかご覧ください。ということで、動きました。はい。スムーズですね。そして次にロンドンのところから先ほどの東京ディズニーランドまでのアニメーションもご覧ください。結構長い距離ですね。はい。なかなかキビキビと、ちょっと引っかかりはありましたが、若干引っかかりありましたけども、それでもね、そんなに止まってしまうようなことももちろんありませんし、許容範囲じゃないかなと個人的には思います。なかなかね、キビキビと動いてくれていいですね。そしてこのように立体表示になりますね。回転の方を指してみたいと思いますが、初めて読み込みするところはこのように読み込み時間が若干かかりますけど、一回読み込んでしまえば、描画に関しましてはそんなにね、待たされる感じはないです。非常にスムーズではないでしょうかね。個人的にはそんなにもっさりしてる感じはしません。許容範囲かなと思います。これがもちろんね、3万円、5万円みたいなハイスペックマシンであれば、これ結構遅いんだなというふうには思いますけども、個人的には1万円台前半で購入していますので、これぐらいうまくいけばね、動作感に関しましては申し分ないなと思います。では次に Chrome を使いまして Yahoo を開いてみたいと思います。はい、おなじみになりますね。このページになりますが、これは PC 用のページになっています。この状態からそうですね、一番上のニュースになりますけど、メタのスレッズ利用者が急減というところをね、ちょっと押してみたいと思います。はい、こんな感じになりますけども、ちなみに今 5GHz 帯の Wi-Fi に接続していて光回線になっています。こんな速度でね、表示できますけども、全然申し分ないんじゃないでしょうか。そしてリフレッシュレートは 60Hz になりますけども、カクカクしているような感じはありませんね。描画に関してもしっかり追随してきてくれます。早いですね。何ももっさりしている感じはありませんので、このあたりも爆速っていうわけではありませんが、許容範囲の速度じゃないかなと思います。そしてテキスト入力の追随性になります。
ガジェット、ロンドン、ログ、札幌。全く問題ないですね。指の動きに追従してテキスト入力もしてくれます。このあたりももっさり感というのはほぼありません。ということで、動作感に関しましては、お値段のことを考えて、しかもアンツツベンチマークで24万1550点ということを考えますと、個人的には十分満足でいける動作感じゃないかなと思います。ちなみにメモリーになりますけども、このストレージっていうところですね。ここのメモリーフュージョンってありますね。ここを開きますと、物理的なメモリーとしましては 4GB 積んでいるんですけども、さらにここにバーチャルラムってありますね。4GB、6GB、8GB とこの中から選ぶことができまして、私は 8GB を選んでいましたので、合計で一応 12GBという風になっていました。ただね、その 12GB に見合った他のデバイスとの速度違いっていうのはあるかわかりませんけども、結構ね、ここまで上げますとサクサク動いてくれるなっていう印象にはなっています。そしてそのまま画質に関してご覧いただければと思います。画質もかなり良好ですね。8インチながらにフル HD というね、ハイスペックになっているわけですけども、今拡大してみますとね、テキストがこんな感じで表示されますけども、かなり綺麗ですね。高精細でギザギザな感じっていうのはありませんし、このように近づいてみてもね、粗さっていうのはほとんどわからないというか、粗さがないですね。これはかなり高精細ですね。こちらが10インチクラスになってフル HD モデルっていうのもたくさん出回っていますけども、これさらに8インチっていうことですので、ギュッと詰まってるわけですね。ですので10インチクラスよりもかなり高精細なんじゃないかなと思います。きっと満足いくディスプレイの画質になっていると思います。では次ね、音質に関してになりますね。ちなみにこちらのモデルは冒頭でご紹介しましたが、シングルスピーカーになっています。実際どんな音質なのかお聞きいただければと思います。30秒ほど流しますので、ぜひね、お聞きください。ということでね、今お聞きいただきましたけども、どうですかね。マイク越しに収録している音質になりますので、なかなか明確にこのスピーカーの実力っていうのはわからないと思いますが、私の耳にはですね、やはりこちらのスピーカーから AM ラジオのような音質で聞こえてきます。ここに関しましては致し方ないかなと思います。1万円台前半でもデュアルスピーカーっていうモデルもある中で、やっぱりこれはね、できればもう片方を積んで欲しかったなというふうには個人的には思います。私が喋ってる音声がどんな感じで聞こえるのかもお聞きください。では主な特徴をご紹介していきたいと思います。まずこちらのモデルは先ほどもお伝えしましたが、2つのモデルが存在していまして、もう1つ上がプロですね。チータープロということで、やはり音楽よりも昔のね AM ラジオ感っていうのを増してしまうなと思います。やっぱりね、モノラルのスピーカーで、しかも高音も中域も低音もね、全然こう抜けてしまっているような感じがしてしまい、こう引き締まった感じっていうのが正直ないんですね。ですのでやっぱり音楽をこれでしっかり楽しみたいということであれば、Bluetooth でワイヤレスイヤホンなど、もしくはね 3.5mm のイヤホンジャック積んでいますので、こちらの方で楽しんだ方がいいんじゃないかなと思います。そしてその他に良かった部分になりますが、このボディの質感がすごくいいんですよね。こんな感じのボディになっているんですけども、これ1万円台前半のボディとはちょっと思えないぐらい質感がいいなと思います。こういったねスピーカーの部分見ていただきますと、こう中に網目がねちゃんと見えると思いますが、こういった部分もやっぱりしっかり作り込みがされていますし、このカメラ周りのこういったねシンプルな構造にはなっていますけども、チープ感っていうのがあんまり感じられないんですね。こういったねボリュームの部分もそうですし、質感っていうのがすごくいいなと思います。そして気になるバッテリー持ちになりますけども、 4000mAh ね積んでいるっていうことがはっきりわかります。この上でですけども、実際ねスマホと同じぐらい使用頻度で使っているわけではありませんが、1日あたりだいたいそうですね30分から1時間ぐらい使用していますが、
だいたい3日に1回ぐらい充電するようなペースになっています。4000mAh ということで、最近のね、こういったスマートフォンでは 5000mAh ね、こういった小さなボディに積んでいることを考えると、ちょっとね、心もとない部分もあると思いますけども、個人的にはね、3日に1回ぐらいっていう感じになっています。そして補足になりますけど、この表示していますこの画面、先ほどお見せした標準のものとはかなり密度が高いというか、いろんなアプリ、ウィジェットが配置されていますね。これ何かと言いますと、実はノバランチャーをインストールしてある状態になっています。そして今はね、Yahoo を表示していますけども、例えばこういったページ開きますね。そして前のページに戻りたいよって言った時に、これ今ジェスチャーのモードになっているんですけども、このね、ブラウザのこのボタンを押せば戻ることもできます。しかしながらノバランチャー使った場合、結構ですね、このジェスチャーが効かなくなるってことも多いんですけども、これちゃんとね、しっかり戻ってくれますので、この辺のね、やっぱり使い勝手っていうのもかなりいいんじゃないかなと思います。もちろんね、ナビゲーションバーっていうのをね、ここの一番下部のところに表示してっていうこともできますが、使いやすい方を使用していただければと思います。やっぱりね、ジェスチャー操作できるっていうのはすごくいいですね。個人的にはもうジェスチャー操作一択になっているので、やっぱり一つ画面戻りたいなといった時にね、こういう風に操作できるのはすごい楽です。これでホームに戻る。そして使用する上で気になった点もありました。基本的にこちらの端末、SIM カードが入るということで、通話 SIM に対応しているモデルということで、あくまでも大きめのスマートフォンとしてどうやらアプリとしては認識されています。例えばですね、Zoom に関しまして使ってみましたら、相手の声がめちゃめちゃ大きくなりまして、このね、ボリュームで下げたとしても全然ね、その相手の声を下げることができず、爆音の状態が続いてしまいました。様々な設定項目見たんですけど、ちょっと個人的にはね、それ改善する方法って見つけられなくて、何かアプリで調整することができればいいんですけども、Zoom に関しましては通話をしているっていう状態と一緒で、その音をね、下げることができないのはちょっと気になりましたね。これは他の Bluetooth スピーカーなどと接続して、そちらでボリューム下げるっていうことしかできないのかもしれませんが、単独で Zoom を使いたい方にとっては、ボリュームが相当大きいですので、そのあたりはご注意ください。またね、この Spotify のアプリありますが、Spotify 側にスマホとして認識されていまして、タブレットであれば音楽をですね、個別に選択してフル再生っていうのができるんですが、Spotify 側にスマホのアプリとして認識されている場合は、個別再生っていうのができなくなります。ですので、その辺ね、ちょっと期待して購入すると学士っていうことになりますので、そこもね、ご注意ください。はい。というわけで今回、オールドキューブの iPlay 50 mini という8インチのタブレットをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。個人的にはかなり気に入ったタブレットになりまして、本当にこの8インチサイズっていうのは使い勝手がいいなと思います。もちろん大画面で何か映像コンテンツを楽しむっていうのはもちろんいいんですけども、普段のスマホと大きなタブレットの間の中間8インチっていうのは、個人的にはすごくいいと思っています。ちなみに Amazon Japan で近々発売が開始されるという話が出ています。いよいよ日本市場に投入ということで結構待望で待ってる方多いんじゃないかなと思います。私はこれはですね、個人輸入で購入していますので、お値段の違いっていうのは若干あるかもしれませんけども、日本市場でちゃんと Amazon Japan で購入できるっていう方であれば、後々ね、アフターサービスのことも考えて安心じゃないかなと思います。ちなみにケースはついていませんので、別途ね、購入する必要もあります。保護フィルムは最初から貼られていましたので、これでとりあえずはいいんじゃないかなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。